3D CAD で設定した機構情報を引き継ぐ方法について説明します。CAD ファイルをインポートするとき、機構情報の引き継ぐ方法を定義できます。ただし、可動部の動作範囲など引き継ぐことができない情報もあります。CAD ファイルをインポートします。ホームタブ、またはモデリングタブをクリックします。インポートグループのジオメトリーをクリックすることで CAD ファイルをインポートできます。ジェネリックアーティキュラテッドロボットドットステップを選択し、開くをクリックします。モデルをインポートウィンドウでは、インポート時のプロパティを設定できます。構造は CAD ファイルを分割する方法を定義します。フィーチャーは分割せずすべてのジオメトリーを同じコンポーネントに格納します。ノードはフィーチャーと同様にコンポーネントは一つですが、すべてのジオメトリーを別のノードに分割します。フィーチャーとノードは単一のモデルとして CAD ファイルをインポートできます。コンポーネントはジオメトリーをすべて別のコンポーネントに分割します。レイアウトとして CAD ファイルをインポートできます。分割せず一つのコンポーネントとしてインポートするためフィーチャーを選択します。フィーチャーツリーはジオメトリーの階層構造を定義することで 3D CAD で設定した機構情報を引き継ぐことができます。完全はトランスフォームフィーチャーを使用し 3D CAD と階層構造を完全に一致させます。最適化はすべてのジオメトリーを同じ階層に設定できます。最小化はすべてのジオメトリーを一つにまとめることができます。3D CAD で設定した機構情報を引き継ぐため完全を選択します。上軸でジオメトリーの上面と底面を整列させる軸を定義します。プラス Z を選択します。インポートをクリックします。ロボットの CAD ファイルをインポートできます。ロボットの内部情報を確認するため、モデリングタブをクリックします。ロボットを選択し、コンポーネントグラフウィンドウの下段を表示します。ルート、ジェネリックアーティキュラテッドロボットの左側にあるプラスアイコンをクリックします。トランスフォームフィーチャーが表示されます。トランスフォームフィーチャーは数式を入力することで、個階層のフィーチャーを変形及び移動させることができます。トランスフォームフィーチャーで使用できる数式はヘルプファイルで確認できます。ヘルプタブを開き、ヘルプをクリックします。目次で数式を展開し、関数をクリックします。ベクトル及び行列構築関数を使用することで、フィーチャーを変形及び移動させることができます。モデリングタブを開きます。トランスフォームフィーチャーの左側にあるプラスアイコンをクリックしていくと、階層構造になっていることが確認できます。アクシスが機構情報を持ち、ジオコンテナがジオメトリーを格納しているトランスフォームフィーチャーです。モデルに可動部を設定するとき、引き継いだ機構情報を利用する場合があります。その場合、インポート時に異なるプロパティを選択します。CAD ファイルをインポートします。インポートグループのジオメトリーをクリックします。ジェネリックアーティキュラテッドロボットドットステップを選択し、開くをクリックします。モデルをインポートウィンドウの構造は 3D CAD で設定した機構情報に基づき CAD ファイルを分割できます。先ほどはフィーチャーを選択しましたが、今回はノードを選択します。インポートをクリックします。ロボットを選択し、コンポーネントグラフウィンドウの上段を表示します。ジェネリックアーティキュラテッドロボット #2 の
左側にあるプラスアイコンをクリックします。ノードが表示されます。ノードの左側にあるプラスアイコンをクリックしていくと、階層構造になっていることが確認できます。ジオコンテナという名前のノードには、ジオメトリーが一つ格納されています。アクシスという名前のノードは、リンクプロパティウィンドウのオフセットで軸の位置を定義しています。3D CAD で設定した機構情報を引き継ぐ方法についての説明は以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。